ご視聴いただきありがとうございます。今日は初めて話すスタイルで動画を作ってみました。最後までお付き合いくださると嬉しいです。関節リウマチの治療としてメトトレキサートを服用し始めて5ヶ月で、アクテムラの注射を始めて丸4ヶ月とちょっと経過したところです。私の場合は発見が遅くて、もうすでに骨に異常が見られた状態だったので、メタトレキサート開始から2週間くらいでもうアクテムラを始めました。ネットとかでね調べると、アクテムラの効果は3ヶ月前後で実感されることが多いみたいな感じだったんですけど、私の場合は4ヶ月経過した最近がやっと調子がいい日が増えてきたっていう感じです。何より右手首がね全然ひねれなくて、もうずっと固定されてたって感じだったんですけど、今こう洗い物してる映像からも分かるように、ちょっとずつひねるっていうか動かせる感じになってきました。ずっと動かせないっていう状態だったので、もう少しでも動くとあれ何でもできるじゃんっていう感じになってきて、もう何しても楽しくなってきました。もう仕事でねパソコン使うんだけど、それもそうだし、もう何より大好きなハンドメイドがまたできることがもう楽しくてしょうがない毎日を送っております。リウマチのね症状が出始めてお休みしていたんですけど、最近またハンドメイドのお店も再開し始めました。鶏もも肉のケチャップ煮をこれから作ります。最近はもう手首の痛みがほとんどなくなってきたので、料理するのもすごく楽しくなってきました。前はねこの玉ねぎもそうだけど、かぼちゃとかね硬いお野菜は切るっていうだけでもう手に激痛が走っちゃって、もう全然切れるところか包丁も握れないっていう感じだったんですけど、もう最近はもう楽にトントントンっても切ることができました。過去にね料理してる動画をいくつか上がってると思うんですけど、その時よりはスムーズに今切れてるかなって思います。鶏もも肉はこのキッチンペーパーでドリップを必ず取るようにしてます。このねドリップがついてると多分臭みとかがきっと出るんだと思うんですよね。中でちょっと聞いてからもうずっと必ず取るようにしています。鶏もも肉を切ってもうそのまんまフライパンに入れてっちゃいます。で焼くとね結構鶏肉って縮んじゃうので、私の場合はかなり大きめに切っちゃいます。フライパンを火にかけて、最初は強火で上に玉ねぎを乗っけちゃいます。で塩コショウをして蓋をする。でそのまま今度は弱火でじっくり焼きます。で片面に火が通ったらひっくり返して、でまた蓋をして弱火でじっくり焼いていきます。玉ねぎの水分が結構出てきたら、ここでやっと味付けに入ります。ちょっとね足りないなと思ったんで水分としてお水足しました。味付けはケチャップとソースです。基本的に全部料理は目分量でやっちゃってるので、食べて美味しいと思ったらそれで OK って感じですね。でここで私一つ忘れてます。ほら出たマギーブイヨン、これ入れるの忘れてました。であとはもうこのままコト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 と味がなじむように煮込んでいきます。あれから10分ぐらい煮ました。いい感じなので、あとはこのまんま蓋をして夕飯まで置いておきます。なになに、違う違う、ご飯ができました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
今日は初めて喋るスタイルで動画を作ってみました。いかがでしたでしょうか。また次回も見に来てくださると嬉しいです。